ボストン、レッドソックスとの3連戦初戦、ロサンゼルス、ドジャースタジアムには試合開始の2時間以上前から長蛇の列ができていた。この日の最大の注目は、もちろん1番 DH で先発出場する大谷翔平だった。ここまでシーズン24本塁打を放ち、あと1本で節目となる第25号に到達する。しかも相手は名門レッドソックス。満員の観客席には、25号をこの目で見たい、という期待が充満していた。ナショナル、アンセムが流れ終わると、球場全体が一斉に立ち上がる。スターティングラインナップが紹介され、大谷の名前がコールされた瞬間、地鳴りのような歓声が球場を揺らした。翔平、スタンド中から響くコールに応えるように、大谷は静かにヘルメットのつばへ手を添え、一礼する。その表情には余計な感情は見えない。ただ勝利だけを見据える鋭い眼差しだった。一回表、ドジャース先発右腕は立ち上がりから150キロ台後半のストレートを連発。しかしレッドソックス打線も簡単には終わらない。一死からセンター10ヒットを許すと、続く3番打者が右翼セレの二塁打。一死に、三塁といういきなりのピンチを迎えた。球場には嫌な空気が流れる。しかしここで先発投手はギアを一段上げた。4番打者を高めのフォーシームで空振り三振。さらに5番打者には鋭く落ちるスプリットを低め一体へ決め、連続三振。ベンチからは大きな拍手が送られ、ドジャースファンも胸をなで下ろした。その裏、いよいよ大谷翔平の第一打席。場内アナウンスが名前を読み上げるだけで歓声はさらに大きくなる。レッドソックスの先発右腕は慎重だった。初球は外角いっぱいのストレート。見送ってストライク。2球目は低めへ変化球。これはボール。3球目、高めへ釣り玉。大谷は手を出さない。2ボール1ストライク。4球目、内角高めへの速球。鋭く反応した大谷のバットが火を吹く。かき湯。乾いた快音が夜空へ響き渡る。打球は一塁線に切れていくように見えた。しかし最後に大きく戻り、ライトポール方向へ一直線。観客全員が立ち上がる。ライトは数歩下がってフェンス際まで追う。ジャンプ。届かない。打球はファウルポールのわずか数メートル横へ切れてしまう。球場中から大きなどよめきが起こった。あと少し。本当にあと数メートルだった。レッドソックスのバッテリーは思わず顔を見合わせる。危なかった。そんな空気がマウンドを包む。フルカウントまでもつれた6球目。外角低めいっぱいへのチェンジアップ。大谷は最後まで見極め、一塁へ歩く。四球、ヒットこそ出なかったものの、その圧倒的な存在感だけで球場の空気を支配していた。続くムーキー、レッツがレフト全ヒット。さらにフレディ、フリーマンもセンター前へ運び、一死満塁。いきなり先制の絶好機が訪れる。しかしレッドソックス先発も踏ん張る。後続を内野ゴロと三振に打ち取り、ドジャースは無得点。流れは悪くない。誰もがそう感じながら2回へ入った。2回表。レッドソックスは先頭打者が左中間への二塁打。送りバントで一死三塁。続く打者の放った鋭いゴロは三遊間を抜けるかと思われた。その瞬間、ドジャース遊撃士が横っ飛び、グラブに収めると、そのまま素早く本塁へ送球。タッチアウト。球場は大歓声に包まれる。このビッグプレーで流れは完全にドジャースへ傾いた。その裏、未死走者なしで再び大家。今度は初球から積極的に振っていく。真ん中高めのストレートを強烈に弾き返す。打球速度は驚異的。しかし一直線にセカンド正面。誰もがヒットだと思ったライナーを相手に塁手が候補してしまう。大谷は苦笑いを浮かべながらベンチへ戻る。内容は悪くない。むしろ打球はどんどん鋭さを増していた。実況席でも解説者が口を開く。今日はタイミングが完璧です。どこかで必ず大きな一発が出るでしょう。その予感は、試合が進むにつれて現実へと近づいていく。3回表、レッドソックスは西から連打を浴びせ、1、二塁と再びチャンスを作る。しかしドジャース先発は冷静だった。最後は外角いっぱいのカットボールで見逃し三振。力強く拳を握りながらマウンドを降りる。そして3回裏、ドジャース打線がついに動き始める。先頭打者が死球。続くベッツがセンター10ヒット。フリーマンも粘って死球を選び、無視満塁。球場のボルテージは一気に最高潮へ達する。そしてネクストバッターズサークルには、大谷翔平。スタンド全体が総立ちになる。翔平。大合唱が夜空を震わせる。誰もが期待していた。誰もが歴史的瞬間を信じていた。カウントは2ボール1ストライク。レッドソックスのバッテリーはベンチで長いミーティングを行う。歩かせるか、勝負するか。監督は首を横に振った。逃げない。勝負を選んだのである。そして球場全体が固唾を飲んで見守る中、
運命の大死球が投じられた。球場全体が静まり返る。2ボール1ストライク。無視満塁。誰もが息を飲み、その一球を待っていた。レッドソックスの先発右腕は何度も帽子のつばへ手をやる。捕手のサインに首を振り、もう一度首を振る。最後にうなずき、大きく息を吐いた。勝負だ。その覚悟が表情から伝わってくる。セットポジション。左足をゆっくりと持ち上げる。そして渾身の一球。内角低めへ食い込む154キロのシンカー。しかし、その瞬間だった。大谷翔平の下半身が鋭く回転する。両腕が一気に振り抜かれ、完璧なタイミングでバットがボールを捉えた。カーン。乾いた快音だとジャースタジアム全体へ響き渡る。打った瞬間だった。実況席のアナウンサーが思わず叫ぶ。いったー。打球は猛烈な速度で舞い上がる。ライト方向へ一直線。角度も高さも申し分ない。ライトは数歩下がっただけで足を止めた。センターも振り返るだけ。観客全員が立ち上がる。ボールは夜空を切り裂きながら、そのままスタンド最上段へ一直線。着弾。次の瞬間、ドジャースタジアムが爆発した。耳をつんざくような大歓声。無数の青いタオルが宙を舞う。ファン同士が抱き合い、飛び跳ね、歓喜の叫びを上げる。翔平、翔平、MVP。大歓声はいつまでも鳴り止まない。大谷はゆっくりとバットを置き、一塁へ向かって歩き始める。その表情は驚くほど冷静だった。しかしベンチでは誰一人として冷静ではいられない。ムーキー・ベッツは両手を頭へ当てたまま笑い続ける。フレディ、フリーマンは何度も拳を突き上げる。三塁コーチャーは両腕を振り回しながら絶叫している。ホームベースへ戻ってきた大谷を迎えると、全員が一斉に飛びついた。ヘルメットを何度も叩かれ、背中を叩かれ、それでも大谷は照れくさそうに笑うだけだった。場内アナウンスが響く。翔平、大谷、第25号満塁ホームラン。球場の歓声はさらに大きくなる。大型ビジョンには打球速度と飛距離が映し出される。打球速度186キロ、飛距離137メートル、打球角度31度。まさに完璧な一撃だった。実況席では興奮が収まらない。これ以上ないホームランです。大谷翔平、第25号はグランドスラム。これぞスーパースターです。ドジャースは一気に4対0。試合の流れを完全に引き寄せた。しかしレッドソックスも名門の意地を見せる。4回表。先頭打者が死球で出塁すると、続く打者が左中間へのツーベース。無視に、三塁。続く打者の犠牲フライで4対1。さらにタイムリーヒットが飛び出し4対2。球場が少し静まり返る。なおも一死一塁。長打が出れば1点差。ここでドジャースベンチはマウンドへ集まる。投手コーチが静かに声をかけた。焦げる必要はない。一人ずつだ。その言葉通り、先発右腕は落ち着きを取り戻す。大角いっぱいへのストレート。見逃し三振。最後は低めへ鋭く落ちるスプリット。空振り三振。ガッツポーズ。再び流れを渡さない。4回裏。西走者なし。大谷の第4打席。今度はレッドソックスも慎重だった。初球。大角いっぱい。ボール。2球目。高めのストレート。見送る。3球目。チェンジアップ。ボール。3ボール0ストライク。完全に歩かせる配球。4球目だけストライクを取りに来た。その甘く入った1球を大谷は逃さない。鋭いライナーがセンター前へ。打球速度181キロ。あっという間にセンター前へ抜ける。スタンドから再び大歓声。一塁上では軽く拳を握る大家。ホームランではなくても、その打球は相変わらず異次元だった。その後ベッツのヒットで1、三塁。フリーマンの犠牲フライで追加点。5対2。ドジャースは着実に点差を広げていく。5回を終えて先発投手は被安打の失点に安定した投球を続ける。そして6回裏。球場が再びざわつき始める。1死から2者連続四球。続く打者がレフト全ヒット。再び満塁。スタンドでは誰もが同じことを考えていた。また大家に回ってくる。その期待通り、大谷翔平がゆっくりとネクストバッターズサークルから歩き始める。4万人を超える観客が総立ちになる。さすがに2本目はないだろう。そんなレッドソックスファンの願いとは裏腹に、ドジャースファンは再び奇跡を信じていた。そして球場中の視線が、一人の背番号17へ集まる。大谷は静かに打席へ入り、バットの先でホームベースを軽く叩いた。満塁。一死。再び巡ってきた最大の見せ場。果たしてレッドソックスは勝負するのか、それとも敬遠を選ぶのか。緊張感は先ほど以上だった。6回裏。一死満塁。ドジャースタジアムの熱気は、この日最高潮に達していた。
先ほど第25号満塁ホームランを放った大谷翔平に、再び満塁のチャンスが巡ってきたのである。レッドソックスベンチはすぐにタイムを要求した。内野手全員がマウンドへ集まり、捕手を中心に長いミーティングが始まる。歩かせるべきか。いや、1点なら仕方ない。しかし次はベッツだ。結論はなかなか出なかった。スタンドからは、勝負しろ、という大合唱が巻き起こる。数十秒後、捕手は静かにマウンドを離れた。勝負。その決断だった。球場は再び大歓声に包まれる。初球、大角いっぱいへのカットボール。ボール、2球目、高めへのフォーシーム。大谷は微動だにしない。2ボール、完全に慎重な配球だ。3球目、低めいっぱいへのスプリット。見送る、ストライク。4球目、大角へ逃げるスライダー。ファウル、2ボールにストライク。球場全体が静まり返る。5球目、内角高めへの155キロ。大谷は一瞬だけ反応した。鋭いスイング。しかしボールはわずかに詰まり、高々と舞い上がる。ライト方向。観客が息を飲む。ライトが交代する。フェンス際。ジャンプ。捕球。犠牲フライ。三塁走者が悠々と生還し、ドジャースは6対2。ホームランこそならなかったが、確実に追加点を奪う仕事を果たした。ベンチへ戻る大家に、ロバーツ監督は笑顔で肩を叩く。十分だ。その一言に、大谷も小さくうなずいた。7回表。レッドソックスは意地を見せる。代打構成が見事にはまり、一死から連打。さらにタイムリーツーベース。6対3。なおも二塁。ここでドジャースベンチはついに継投へ動く。リリーフ右腕がマウンドへ向かう。球場には緊張感が漂う。1球目。157キロ。空振り。2球目。鋭く落ちるスライダー。空振り。あっという間に追い込む。最後は外角いっぱいへのストレート。見逃し三振。続く打者もセカンドゴロに打ち取り、反力を最小限で食い止めた。7回裏、ドジャースは西からチャンスを広げる。レッツがヒット。フリーマンが死球。1、2塁。再び打席には大谷。場内アナウンスが流れるだけで大歓声が起こる。レッドソックスは今度こそ歩かせるかと思われた。しかし1球目からストライク勝負。大角へのチェンジアップ。大谷は逆方向へ流した。打球はレフト線に一直線。ワンバウンドでフェンス直撃。レッツが一気にホームイン。フリーマンは三塁へ。大谷は悠々と二塁へ滑り込む。タイムリーツーベース。7対3。スタンドは再び総立ちとなる。この日、大谷は4打数2安打。その2本はいずれも試合の流れを決定づける一打だった。8回表。ドジャース級エンジンは盤石だった。先頭打者を3球三振。続く打者はショートゴロ。最後はセンターフライ。わずか9球で三者凡退。レッドソックスに反力の隙を与えない。そして迎えた8回裏。西走者なし。大谷のこの日最後の打席。球場中がスマートフォンを構える。またホームランが見られるか。期待が高まる。初球。大角低め。ボール。2球目。真ん中へのストレート。大谷がフルスイング。打球は高々と舞い上がる。センター後方へ伸びる。観客が立ち上がる。センターがフェンス際まで下がる。ジャンプ。あと少し。しかしグラブの中へ収まった。あと数十センチ。惜しくもフェンス手前だった。球場からは大きな拍手が送られる。大谷も苦笑いを浮かべながらベンチへ戻った。9回表。最後の守り。球場全体が立ち上がる。クローザーがマウンドへ。1人目。155キロで空振り三振。2人目。セカンドゴロ。あと1人。最後の打者。フルカウント。7球目。大角いっぱいへのストレート。見逃し三振。ゲームセット。ドジャースが7対3でレッドソックスを下した。試合終了の瞬間。スタンドから割れんばかりの歓声が巻き起こる。大谷翔平は仲間たちと力強くハイタッチを交わし、笑顔で勝利を喜んだ。この日の成績は5打席4打数2安打、1四球、5打点。中でも3回裏に放った第25号満塁ホームランは、この試合最大のハイライトとなった。試合のヒーローインタビューに呼ばれた大谷がグラウンドへ姿を現すと、ファンは再び総立ちとなる。インタビュアーが開口一番に尋ねた。第25号が満塁ホームランという最高の形になりました。あの場面を振り返ってください。大谷は少し照れたように笑い、ゆっくりと答えた。ランナーを返すことだけを考えていました。良いスイングができて、本当に良かったです。打った瞬間の感触はいかがでしたか？しっかり芯で捉えられた感覚がありました。でも入るかどうかは最後までわからなかったので、スタンドに届いた瞬間はホッとしました。観客席から大きな拍手が湧き起こる。
最後にインタビュアーがマイクを向ける。今日も球場を埋め尽くしたファンへメッセージをお願いします。大谷はスタンドをゆっくり見渡し、深く一礼した。いつも本当にありがとうございます。皆さんの声援が大きな力になります。これからもチーム一丸となって勝ち続けられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。その言葉に球場は再び大歓声に包まれた。大型ビジョンには、第25号グランドスラムのリプレイが何度も映し出される。打球がライトスタンドへ吸い込まれるたびに、観客は何度でも歓声を上げる。誰もが、この歴史的な一夜を忘れることはない。ドジャースは大谷翔平の劇的な第25号満塁ホームランを原動力に、宿敵レッドソックスとの熱戦を制した。そしてスタジアムを後にするファンの誰もが、同じ言葉を口にしていた。今日もまた、大谷翔平が試合を変えた。試合終了から10分以上が過ぎても、ドジャースタジアムの熱狂は冷める気配を見せなかった。ファンの多くは自分の席を立とうとせず、大型ビジョンに何度も映し出される第25号満塁ホームランのリプレイへ視線を向け続けていた。打球がバットから放たれた瞬間、ライトスタンドへ一直線に伸びていく美しい放物線、そして着弾と同時に巻き起こった大歓声。その映像が流れるたびに、球場ではまるでホームランを初めて見たかのような歓声が何度も響き渡る。何回見ても鳥肌が立つ。そんな声がスタンドのあちこちから聞こえてきた。一方、ドジャースのクラブハウスでは選手たちの